おはようございます。ちょっと朝のシガータイムなのでライブ配信をねさせていただければと思います。いつものようにカフェコンレーチをお願いしたんですけれども、やっぱねザラメですよね、砂糖はね。喫茶店とかでもね袋入りのやつじゃなくてこう壺入りのザラメの砂糖が出てくるとラッキーと思いますよね。まあハバナはね大体壺入りなんですけれど、佐々木誠さんおはようございます。日本は9時前、夜の9時前ぐらいですかね。まあキューバはまだ全然朝なんですけれども、俺の朝はね一杯のカフェコンレーチェとハバノスから始まると。こんばんは、おはようございます。ご無沙汰しております。今回もキューベイシャツです。このキューベイシャツね、こういただき物なんですけれども、すごく気に入ってるんですよね。キューバでも受けがいいし、多分日本だと受け良くないんですけれども、いつものようにメリアハバナ、大体ねミラマールっていうエリア、ハバナの山手エリアのことなんですけどに宿泊するんですけれども、メリアハバナのねミラマール地区で大体ここに泊まるんで、ここ中庭なんですけれども、ずーっと長いこと工事してたんですけれども、結構ね綺麗にねリニューアルしましたね。見ていただこうかな、見えっかな。こんな感じでね、写真とか映像とかだとね音とか香りとかがわからないんでね、できればみんな一度はハバナに来たらいいんじゃないかなと思うんですけれども、一度だけですね、いいと思うのは。何回も来ると嫌になるんで。これ美味しいなと思ってもね何回も何回も食べたり、これいい曲だなと思ってもね、何十回何百回何千回もリピートしてるとね、なんか嫌いになってきたりしますんでね、食傷気味とか食傷っていうふうに多分言うと思うんですけれども、特にキューバはねものすごく不便なところなので、一番最初に来た時にはすごい外国だっていうふうに多分皆さん思うと思うんですよね。アメリカから金融制裁を食らってるので、アメリカのものが一切ない、アメリカのものが一切ないっていうことは別の文化、別世界なわけですから。なのでそういうふうなところが新鮮でいいなっていうふうに思う人はねいると思うんですけど、今どこの国に行ってもね海外、似たような国ですからね、どこも見た目がどこに行ってもコンビニエンスストア、スターバックスがある、どこに行っても同じ看板がある、マクドナルドがある。でもハバナにはそういうものがないのがいいっていうふうに最初思うかもしれないですけども、ないってことは不便なんですよね。コンビニも何もないんで、ネットもつながったりつながらなかったり、ホテルのシャワーもお湯が出たり出なかったり、水すら出なかったり、何回か回数重ねていくと今まで見た新鮮驚きっていう風なものよりも溜まっていった不安不満不快っていう風なものがどんどん上に行くんで、もう嫌だっていう風になるんですよね。そうなんですよ、工事終わってねめっちゃ綺麗になったんですよね。将来1回だけお供させていただきたいです。そうです、1回だけないです。1回だけない、1回だけ行って、ハバナキューバ綺麗だったなっていう綺麗な思い出だけね
胸の中に残せばいいと思います。1回だけの記憶だったらね、時間が経てばどんどん美化されてって、さらにいい思い出、美しい思い出になってきますから、正直来た回数覚えてないですけれども、回数数えるのはねアホですからね、意味ないですからでも来れば来るたびに嵐しか見つからないので、こういうふうにね時々、綺麗に作り直したものとかね、現代社会っぽいものに触れないと、やっていけませんわねまあね、葉巻のチャンネルだから葉巻の話をしてもいいんですけど、葉巻のじゃない話をしてもね別にいいんです。キューバっていうもののうちで葉巻が占める割合っていうのはそんなにでかくないんですよね。キューバという国、キューバというコンテンツの中で言ったら、で葉巻だけでキューバを語るのは無理があるんですよ。むしろ葉巻のことを語るためにキューバをよく知らないといけないので、キューバのね文化とか歴史とか、その場その場のね場当たりな葉巻の話だけしてたらね、あんまりね続かないし面白くもないし、どんどん矛盾も出てくる。しかし昨日ツイッターにも、昨日だったっけな、写真あげたんですけど、シガーショップの仲のいい人が昼間にね昼飯をおごってもらったんですけれども、キューバ人に昼飯をおごらせるっていうね、下道金がない人からもらうっていうのもあれかと思うんですけど、キューバンピザ食べた時あるからです。キューバンピザっつってもこのメディアハバナに入っているイタリアンレストランのピザだったら、何回か食った時あるんですけれども、いわゆるローカルな、レストランとかホテルじゃなくて外で売ってるピザっていうのは食べた時なかったんですね。だから食べる必要ないしおごってやるよっていうふうなことで、本当ありがとうっていうふうに軽い気持ちで食べたら、やばいぐらいまずかったですね。反射的に吐き出しそうになるのをなんとか踏みとどまったって感じで、そんな失礼なことできないですから。あれはやばかった。あれピザだったのかな、そもそも。何も具が乗ってなかったし。本当ね、ピザびっくりしたかと思いましたよ。こんばんは。そうですね。今日もアニメ T シャツです。キューバね、ジャパニメーションがすごい人気なんで、めっちゃね反応がいいんですよ。特に若い子。なんかね、毎月ねコスプレイベントとかありますからね。ハバナ好きなんだな。どうやって見てんだろうな。どうせ違法主張だろうな。ちゃんと金払えよ日本にと思うんですけれども、今回のキューバサンドは安定の美味しさですから。キューバサンドをね映画のザ・シェフのおかげで、この話何十回やったんだろう、よくわかんないけど何回でも言いますけれども、ハリウッド映画のザ・シェフのおかげでキューバサンドってすごい美味しいものだと思われて、ね、日本でも表参道とかでキューバサンド専門店とか、地方創生でカフェの目立つメニューとかでキューバサンドとかあったりしますけれども、キューバでキューバンサンドないですからね。あれはマイアミに住んでいる亡命キューバ系アメリカ人の人が作っているサンドイッチなんですよ。まずキューバであれだけのね材料は手に入らないんです。アメリカから金融制裁を受けてるってことは、ほぼ全てのものが手に入れるのにめちゃめちゃ苦労するってことなんでね。いわゆる日本でいうキューバサンドって多分具沢山のホットサンドですよね。ピクルスとかハムとかチーズとかチキンとかいろんなのがたくさん入ってて、それをホットサンドにして紙包みで包んで切ってパンパンになってるやつですよ。それは美味しいんですけれども、あれは昔キューバであれは食べられてたかもしれないですけど、アメリカと国交があるとで、それで発明した人が
人たち、食ってたキューバ人たちがアメリカに亡命してマイアミで売ってる、だからキューバンサンドっていう風になってるんですけど、要は今現在このキューバ現地で食べられているキューバサンドは全くの別物です。またまたかいつまんでこの作り方を説明すると、3日ぐらい作り置きしてほったらかしにしてたカサカサのバンズ、パッサパサになってるやつをね、横に切るんです。そしてパカッと開けてオーブンで焼く。その後、ハムとスライスしたチーズ、あとあれば、チキンですね、それを挟んで出す。これが今の現地のキューバサンド。それを食べると外ボロボロ、熱々、中ヒヤッとしたね、すごい食感の、ものが食えます。そう今言ったんですけれども、味付けはしてないです。味付けの話してないですよね。塩も胡椒もソースも何も入ってないです。びっくりするほどまずいです。俺が作るサンドイッチの方が美味しい。そうですよ、キューバ料理、キューバ料理っていうものはね、多分存在しないです。大体キューバで普通の一般的なキューバ料理、ご飯っていうふうに言うと出てくるのが、お米、ライスと、コングリって言われる黒豆の煮込み、あとチキンがついたらごちそうです。みんなキューバ人は3食これ食べます。不思議なんですけれども、キューバってもともと大航海時代にスペインの植民地だったんで、スペインの食文化が入ってるはずなんですよね。で島なんで魚介も取れますし、なのにそのスペイン料理のね名残が一切ないんですよね。スペインの美味しいねバルのピンチョスとかもね、あってもおかしくないじゃないですか、キューバにね。全然ないんですよ。日本でキューバ料理みたいな感じで、出されて、お店の、ね、料理ってね、多分ねカリビアン料理なんですよね。キューバ料理ではないと思います。こんばんは、おはようございます。紛らわしいですね。日本ではこんばんはでね、こっちキューバではね、おはようございますですからね。何しろ地球の真裏ですからね、時差が13時間あるっていう一番遠いところにいるので紛らわしいですな。キューバハガキの輸出先のトップ3、1位は中国ですね。もう何年か前からね中国になってしまいました。だからそれ以前はヨーロッパがトップを占めてたんですけど、一気に中国が上に来てしまったってことですね。もともとどこで売られても行き先とかはもう中国だったんでしょうから、ずっと前からその状態だったと思いますけれどもね。で2位3位は変わってなければ、ドイツスペインじゃないですかね。ヨーロッパの主要な市場の一つなのでね、ドイツは。ディストリビューターどこだったっけな、フィッシュアベニューだったっけな。ドイツ人はね、ボリバーが好きなんですよね。何はなくてもボリバー。ボリバー特有のガチッとしたね質感をね考えるとね、なんかドイツ人っぽい好きかなみたいな感じの分からなくもないんですけれども、だからねエディションレヒオナル、国限定の葉巻なんかね、その国のディストリビューターがハバノスに発注するんで、その国の好みに当然合わせてあるんですよね。ブランドとかも指定してますので。だからねドイツのエディションレヒオナルってボリバーがダントツに多いんですよね。やっぱそれが売れるからって分かってるんでしょうね。なんだっけ、なんですよ。キューバは星が落ちてきて
ミルクを葉巻に全振りして作られた国なんだっていう、そういう話ありましたねおとぎ話。キューバの島ができたのは流れ星が落ちて、フロリダ湾ができて、そこで隆起した島がねキューバだから、だから葉巻も美味しいんだよっていうふうなねメルヘンチックな話ですよね。その話をしてくれたシガーショップのスタッフにピザをおごってもらったんですよ。中国人はコイーバですか。コイーバっていうか中国のシガーの消費者はもうほとんどが高価な限定品であれば何でも OK みたいな考えっぽいですね。だからねなんだろうな、見えっ張りなのかな。高価なものっていうふうになると、今コイーバとかトリニダがねスタンダードラインでも高いじゃないですか。当然それも好むんですけど、そうじゃなくても投資番号がついてる限定品、これしかないみたいなのが欲しいわけですよね。だからなんかこそ偽物とかがねよう出回っちゃったりするんですよね。そんなもんあるみたいな感じのね葉巻をね、いやこれはディストリビューターオリジナルだとか、小売店が勝手にね作っちゃったりしたものとかをね、すごいだろうみたいな感じで出したりね。いやもうだってそんなもんとっくにないだろうみたいな、ものすごい古いねヴィンテージのシガーとかが出てきたりの割にはリングがピカピカだったりするのでまあいいんじゃないですか。そういうのでねハバノスが潤うっていう、つまりキューバが潤うんだったらそれはそれでいいんじゃないっていうふうに思いますけど要はどの業界でもそうですけどかもられる人がね悪いので、当然かもる人がいてかもられる人がいるんで両方悪いですけれども、どっちも俺には関係のない話なのでどうでもいいですね。ちなみにこれは日本でも同じです。スペイン人の好みなんだろうな。フォンセカが好まれるのは知ってるんですけど、スペインではフォンセカのレヒョナルってあんま数出てないんですよね。まあメジャーブランドじゃないからかもしれないですけど、スペイン人なんだろう、スペイン人に会ったら今度聞いてみますよ。だからスペイン人の好みっていうかそいつの好みになっちゃうと思うんですけど、日本の輸入銘柄ランキングありますか。いや俺は業者じゃないのでよくわからないんですけれども、ただ日本ではハバノス人気ナンバーワンはバルタガスセリー D ナンバー4ですね。ロブストのやつ、あれが一番売れますよ。バルタガスっていうブランドね著名なブランドだし、ロブストってね扱いやすいサイズなのでね吸いやすいですし、葉巻っていうとでかければでかいほど偉いみたいな考えの人がいますけれども、いやそれは時間とかとかね兼ね合いで決めるものなので偉いもクソもないんで、やっぱりロブストとかそこから若干細くなったコロナスエクストラとかが日本では人気ですよね。でセリー D4 だったら吸い応えもありますし、多分ね D4 が一番人気ですよ。日本の要は正規販売代理店のシガークラブがそういうふうに言ってたんで、まあ、間違いないでしょうね。 D4 はね俺も好きですね。ぐらいのサイズでねストロングなシガーだとどれ選ぶかって言ったら、まあ、D4 かラム・アロネスのスペシャリティセレクテッドかあとはボリバーのロイヤルコロナスとかがねチョイスのうちに入ると思うんですけど、ショーツも多いみたいですね。もっと短時間で手軽ですでパルタガスだからねブランドの強さもあるからガツンとね吸い応えもあるというところでショーツが人気なんだと思いますけど、
ショーツは俺はほとんど吸わないんですけれども、オリバーロイヤルコーナース全く見ないです。まあ日本で見ないってことですよね。普通にネットショップとかではたくさん並んでますし、俺もね原理がよくわからなかったんで、キューバでもいろんなところに聞いて検証してみたんですけれども、キューバで葉巻がハバノスが作られる時に特に計画っていうものがないんですよね。つまり、まあ、例えば300種類葉巻っていうものがあったら、例えば何か計画がある、日本の工場みたいに生産計画ですね。これが売れ筋だからこれはあんま売れてない、人気がないからこれを少なく、もしくはもう全部同じ数でガーっていうふうにロットを作るのかみたいな、そういうふうな計画があるのかっていうふうに思ったんですけれども、ないんですね、キューバには。本当その都度その都度のね、思いつき出たとこ勝負行き当たりばったりで作ってるとしか思えないんですよね。例えば絶対になくならない、もう全世界で売れ筋だから絶対あるだろうっていう風なものとかいきなりなかったりとか、そうでないと説明がつかないんですよね。例えば今はもうね、コロナなんか終わっちゃって、どこの工場でも全員職人が出てきてますし、畑でもね、タバコの葉っぱの生産は止まらずに続いてるんで、それで物がないっていうのはね、原材料が供給されてるのに物がないっていうのは、それは計画を立てて作ってないってことなんですよね。まあそれ以外で想像できるとしたら、例えばどっかのディストリビューターがバックオーダーをずっと貯めてて、もうそっちの方にその商品をずっと長期間供給させられ続けてるみたいなね。ちなみにタバコ農園とかがね、生産が止まってるっていうのは特にないんですけども、今生産が止まってても今の葉巻の在庫には関係ないですからね。作ったらそれを収穫して葉巻になるのは1年2年先なので、なんだこれ、このメッセージは確認待ちです。猫の肉球、こんばんは。こんばんは。表示しよう。こんなん出るんですね、チャット。国内は常時在庫があるのはベグロスだけです。国内に葉巻を供給しているのは日本のディストリビューターですから、ではそこが物を仕入れられないんですね。というかそれってもう何十年も変わってないんですよね。ハバノスも要は高くたくさん売れるところに卸します。資本主義の原理で言ったら当たり前なんですけれども、安くてあんまり売れないところに物をね集中的に投下する意味がないんですよね。ビジネス的に当たり前の話なんですけれども、で、PCC パシフィックシガーカンパニーが日本を含め環太平洋エリアのディストリビューター、今名前変わってタンタバコになりましたけれども、日本の葉巻ってそのアジアのブロックの中では下から数えた方が早いぐらい安いんですね。みんな葉巻高いって言ってますけども、日本の葉巻の定価めっちゃ安いです。例えば香港とかタイとかシンガポールとかに比べたら、物によっては半額ぐらいのこととかあります。それでも例えば日本のね2倍近くする金額なのに、香港での葉巻の消費っていうのは日本よりも全然多いんですよ。そしたらそっちに集中的に物を投下しますよ。当たり前の話です。そこのところのねギャップをね是正するのが、日本のねサブディストリビューターの働きなんですけれども、全然見えないですね、そういう動きは。だからそういうふうに殿様の商売はやってる。物がないっていうのは今に始まったことじゃなくて、元からそういうふうに入ってくるような動きを、代理店正規代理店がやってないってことなんでね、そっちをやりましょう。
だってね、さっきツイッターとかでもアップしましたけれども、キューバのシガーショップ、普通に物が並んでるんだよね。話題が変わりますが、この日本国内の喫煙場所は減りそうですか？増えるんじゃないですか？増えてますよね、今。みんなコロナのせいで、全然記憶からね飛んじゃってると思いますけれども、コロナが流行り始めるとほぼ同時に日本は喫煙目的店っていう条例に基づいたね法律とかができたんですよね。それで喫煙目的店の申請をしないと、店舗とか飲食店とかで吸えなくなるんですけれども、申請すればあれってほぼ通るんですよ。でもあれが始まった当時は申請の仕方がわからないので、そのままなし崩し的に禁煙になっちゃったところが多いんですよ。でも禁煙になったらお客さんが来ない、もう周り禁煙だったら逆に1店舗だけ喫煙 OK にしたらみんなそこの証券が支配できる、そういうふうなことが分かり始めたんで、もうあれ成功されてから3年ぐらい経ちましたから、最初から喫煙 OK にしようというお店だったらオープンするときに最初からもう申請してくるんですよね。だから、喫煙できるお店っていうのは体感では増えてるっていうふうなイメージですよね。今まで分からずに禁煙にしてたところも申請してまた吸えるようになった。で新店舗だったらもう最初からチョイスするんで、喫煙客目的でオープンするんだったらもう喫煙目的店として申請する。でね、飲食店ってカフェとかね、喫煙客の方が単価高いんですよね。回転は悪くなるかもしれないですけれども、長時間いるとドリンクもフードもオーダーがたくさん入るんです。で今は分煙っていう概念がないので、喫煙目的店は喫煙者しか来ない、禁煙店は吸わない人しか来ないっていうふうに住み分けができるので、不幸なバッティングする事故がなくなったので、それはいいことだと思いますけどね。葉巻がコロナに効くという論文を却下されたので、今度は葉巻は便通に効果があるという論文書こうと思ってるんですけど、いけますかね？アカデミックなところは分かんないんですけれども、タバコ会社にその論文を、資金協力してもらったらいいんじゃないですか。なんかね、実際学術的にはどうだかわからないですけど、理論的には通りそうな気がするんですけどもね。地元だと吸える喫煙店が皆無、田舎なので屋外で吸えますね。そもそもなんか地方だと喫煙目的店とかも全く気にしないお店が多いですよね。吸いたきゃ吸えみたいな、そもそももうそんな喫煙目的店の申請とか無申請とかも関係ねえみたいな、どうでもいいみたいな。正直あれもね、喫煙目的店申請を通してないから、その店舗内でねお客さんが喫煙してたから、それでなんか営業停止かとかそういうふうな話でもないんですよ。でいつも保健所の人がねチェックしに来るわけにはいかないですから、そりゃそうだっつって、都内だけで何万件飲食であるんだみたいな感じですから。それで多分やるとしたら、保健所とかに通報とかがいて、で多分問い合わせ紹介とかが来て喫煙させてるんですかって言ったら、いやしてないですって言ったら多分それで終わっちゃうんですよ。現地にチェックするっていう風に来たら、かなりのね通報とかが来ないとしないと思うんですよね。だから保健所の人そんなね暇じゃないですから、コロナもねまだね収束したわけじゃないですから、そっちの方がねメインの仕事でしょうから。何回か立ち入り検査して、もう完全にこれお店が喫煙させてるだろうっていうようなところで、それでも警告をねずっと聞かなかったら、なんか一応罰則規定もねあれはあるんでなると思いますけれども、よっぽどのことがないとね無理じゃないかなっていうふうに思うんですけどね。でもそれを進めてるわけじゃないですよ。条例でね県とかによっては
もっと厳しくやってるところもあるかもしれないですから、ちゃんと喫煙目的店申請簡単なのでね、それをして、大手を振ってねお店で喫煙できるようにすればいいんじゃないかなというふうに俺は思いますけどね。キューバ旅行者増えてますか？めちゃめちゃ増えてますね。めっちゃ多いですよ。元から人気の観光地っていう風なわけじゃないですけれども、まあかなり戻ったんじゃないですかね。キューバはコロナの収束をね見越してね、新ホテルとかもこれからどんどんオープンさせる予定っぽいですし。日本人だけ為替が厳しくて減ってそうです。まあね、日本円というねクソ雑魚通貨さんはねなんとかしてもらいたいですよ。もうびっくりしたのがパリのシャルル・ド・ゴール空港トランジットでね、浜急でも吸いながらねコーヒー飲むかっつってねスタバとかじゃないですよ、空港の中にあるローカルなショップで日本で言ったら M サイズぐらいかな、ホットカフェラテ頼んでねカードで支払って見たんですけれども、日本円に直したら800円ぐらいなんですよ。高っ、物価高い。ヨーロッパ高い。ヨーロッパの物価が高いのか、それとも日本円が弱すぎるのか、多分両方だろうけど高いみたいになりました。そうなんですよ。日本の倍ですよ。逆に考えると本当に日本って安いんだなというふうに思いますよ。外国人観光客もしたらね、本当に今がベストのシーズンでしょうね。それで逆にオーバーツーリズムにやってどうしようみたいな感じでね政府がなんか考えてるみたいなニュース今日見ましたけれども、日本にね。日本でもねもう物価がねどんどん上がって消費者物価指数とかがねもう十数ヶ月連続でアップしてるじゃないですか。マヨネーズなんて何回値上がりしたんだろう。十数回値上がりしてんじゃないですか。そう考えるとね、高級消費財の中で甘きって安いなっていうふうに思うんですよ。さっきも言った通り世界の中でも日本の葉巻の定価っていうのはすごい安い方。すごい安くてね、で購入する人もねあんまりいないっつったらね、それはもう物はね入ってこないですよね。出そうっていうふうに思わないですね、出してると。だからね、高いものが少ないっていうのはね肌感覚でしょうがないと思いますけれども、結構それは的外れです。残念ながら何でもどんなものでも同じですけども、葉巻もそれと同じ、あるところにはあるっていうところです。あ、sí, gracias. なんだろうな、例えば日本だったらキッコーマンの醤油とかねすごいポピュラーな商品なんで、どこ行ったってある、必ずある、値段も決まってるっていうようなところですけれども、例えばヨーロッパとかだったらね醤油とか手に入れるんだったらアジアンマーケットに行かないといけないですし、しかも日本産のものっていうんだったらさらに探さないといけない。でお店によって値段も違いますから。
そういうふうに考えてもらうとね分かりやすいんじゃないかなと思いますけど。ていうか俺が日本にいない間にまたなんかどこそこで洪水とかものすごい大雨とかなんか起きてるみたいですね。台風ですか？俺が日本にいないばっかりに申し訳ない。日本は砂糖より安価な人工甘味料を使用してまで安価に作ろうとしているので一線を越えてる気がします。まあそういうふうなの気にする人があんまりいないからやっちゃってるっていうところじゃないですか。企業もね何か作る時には一応調査してね作ってますんで、これがそういう人工甘味料にねうるさい国民がいる国とかだったらやらせないですから。あと国によってそういうふうな安全基準も違いますからね。しかし日本よりキューバの方が涼しいな。大体最高気温が32度とかね、今こっちの方だってなってますけれども、日本の32度とキューバの32度では全然違うんですよね。大体ここは風があってそこまで湿気も激しくないんでね、アスファルトの照り返しとかもあんまないし、日本はね汗が止まんないですからね。キューバはねなんだ直射日光の下でねじっとしてればねそれは汗がだらだら出てきますけれども、普通にしてる分にはねそんなに暑くないんですよね。そうキューバの方が涼しいです。それはもちろんねキューバでもザーってね大雨が降った後一気にカーって日が出れば湿気がムワーって出てきますけれども、すぐですからすぐそんなの蒸発しちゃいますから、赤道との近さがねもう日本とは違います。なんだろうな、同じキューバも日本も島国なので、キューバは大体微風が吹いてるんですよ。そうですね、葉巻かびちゃいますね。日本の気候はね葉巻にかなり厳しいんですよ。キューバだとね相当なお店じゃないとねコンディション悪い葉巻ってのは、ね、あんまないです。もちろんお店によってはねウォークインヒュミドールがなかったりエアコンガンガンね風の直下に置いてたりするところとかがあったりするんで、そういうところも見極めないといけないんですけれども、カビはね生えないですね。湿度の違いなの。あと日本の場合ね葉巻をヒュミドルの中とかに入れてで大事に大事にみんな見ちゃうんで、水やりすぎっていうのが結構多いですよね。水分過多でカビちゃってる。カビは気がついたら払ってあげればいいんですけれども、白カビは必ず生えるんで、黒カビとね青カビに気をつければいい。有機物がね湿度がある状況下でねカビを生えさせないっていうのは不可能ですから、殺菌しないと無理です。殺菌したらね葉巻捨てないですから、ね、おおいい。キューバ人の知り合いが来ましたメディアハバーがねジムがあるんでね、トレーニングジムがそこに来たって言ってましたジムなんか通ってたんだな、頑張ってんな。
湿度18度、温度18、湿度60だと少し湿度が低いか、葉巻が低いですが、葉巻に悪いですか。YouTube でも Twitter でもね、SNS で、シガナビでも言ってますけれども、ハバノスの箱の中に入っている説明書の通りです。温度は16から18度、湿度は65から 70%、間が取ってあるのは、それを好みに合わせてねってことだと思います。でそのオフィシャルの数字に照らし合わせると湿度はちょっと低いですけれども、難しいのはね、そこから外れたからダメかどうかっていうのはね、そういう人によって違うんで、好みによって違うんだよ。相対湿度と絶対湿度っていうものがね、説明しましたけど、あるんで。つまり温度が高くなれば、同じパーセンテージでも湿度はね、絶対湿度は高くなるんで、そこのところを見てね、やればいいと思います。冬とかね、それを考えると結構うまくいくんですけれど、要は同じ湿度のパーセンテージでも冬の方が乾燥しているような気がしますよね。それは寒いんだよ、空気がギュッとね圧縮されて、湿度もその分だけ下がっちゃうんですよね。分かりやすく言うと。で日本のね屋内だと冬とかだったらね10度とかいう風になっちゃったりもしますから、そういう時は湿度をね70%よりも上げてあげるっていうのはね有効だと思うんですよ。あと葉巻もこうふかふかの方が好きっていう風な人も中にはいるんで、もうそうなったら 80% とかねいう風にするっていうのも一つの手だと思います。要は温度湿度っていうのは水物で季節によって変わっちゃいますし、好みによっても変わるんで、そもそも葉巻自体には個体差があるんでね、これっていう風なのはないです。でもオフィシャルで決まってる数字がありますので、それは、知らないって知るのってまた別の話なので、必ず知っておかないといけないということですね。ちなみにうちはウェットキャビ使ってるので、湿度は必ず設定した数字になってて、でエアコンも年中24時間かけっぱなしになってるんでね、その、ハバノスの説明書の通りの環境には一応してます。あとはね、湿度を含んだ空気っていうのは重たいので下の方に溜まってくるんですよね。だから高さを作って葉巻を保管してたら、当然下の方が測ってみると湿度が高くなるんですよ。だからローテーションっていうふうなのをすると効果的な時があるんですよね。石田さん初ライブいつも動画見てます。ありがとうございます。動画ね編集やる気がみなぎったりやる気が一切出なかったりするとね、そういうふうにムラがあるんで、ね、全然やってなかったりするんですけど、最近ちょっと暑すぎてね全然動画の編集めんどくさくてやってないんですけど、だって、ね、動画編集するようには葉巻捨てた方が楽しいじゃないですか動画ねチャンネル作ってるやつがねそんなこと言っちゃいけないと思うんですけれども、なんかねネタあったら、ね、教えてください、動画のネタ。そうそう、この間ねオーストラリア人のアレクサンダー・ブルームっていうやつがね葉巻の本を作ったんですね。辞書みたいな分厚いやつで、それね買ったんでね、それのねレビューしようかなと思ってるんですけれどもね。国内でもライブやってほしいです。ライブやってもな話すことあんまないですよね。葉巻について言うべきことってもうなんか編集した動画で YouTube にアップしちゃってるんで、要はその場その場での葉巻の話題っていうのは当然あると思うんですけれども、それのベースになるはずのベースになるべきのね葉巻の基本的なこととかを動画でねもう出そうと思って、それはもうほとんど出し尽くしちゃったんでね、それ見ればもう本当は十分なんですよ。それ以外のその都度その都度の葉巻の話題っていうのは水物なのでね、何が出たとかそういう風なものってあんまり面白くないし、時間が経てばねそういう時事ネタなのですぐ終わっちゃうんで、
逆にそれを見たいっていう風な人はもしかしたらいるかもしれないけれども、いるのかな。今現在キューバに葉巻がないって本当ですか？五十嵐さんのツイートには山ほどあったのでおかしいと思いましたが、いや普通にありますよ。さっきも言った通り、あるところにある、ないところにはない。でも、キューバ国内では普通に生産はしてるので、あります。葉巻の甘さを感じるためには吸い続けることが必要ですか？まだ僕には苦くて辛い味が大半です。ただ香りは好きなので吸っております。葉巻はね、他の食べ物と同じようにちゃんと5味があります。辛さ、甘さ、苦さ、しょっぱさ、あとなんだっけ忘れちゃった。当然旨味もあります。口にするものなので、ね、食べ物と同じなんですけれども、甘さが感じられないっていうのであれば、その葉巻自体が良くないのかなっていうふうに思いますね。葉巻のなんだろう、コンディションなのか、それとも葉巻自体のポテンシャルなのか、ブランドなのか。分かりやすい甘さとかで言ったら、例えばパルタガスのマデューロシリーズとかコイーバとかですね。パルタガスのマデューロシリーズは黒糖のかりんとうみたいな甘みがもうベッタベタなのが感じられますし、コイーバとかだったらね、焼き栗とかああいう風な甘さ、ものによっては芋の焼き芋の甘さみたいなのも感じられますし、葉巻自体、このハバノス自体には固有さもうそれぞれブレっていうものがあるので、それがね、例えば保管環境であったり、その保管環境を持っているお店であったりによって全然味が違うんでね、いろんなところのを吸ってみるっていうのも、味の違いが分かると思います。その時は同じ葉巻をね、別々のところで吸ってみる、別々のところが出しているところを吸ってみるっていうのが違いが分かるので面白いと思います。会員制バーの雰囲気を生で見てみたいです。お店でね、ライブやるってどうかなって俺は思うんですけどね、他のお客さんとかもいるわけですから、どうだろう、やってくださいっていう風なところがあったらいいと思うんですけれども。葉巻のね、味がね、分かりやすく甘さを出すっていうのであれば、湿度を高めにしてあげると、ハバノスとかだったら甘さが分かりやすくなりますよ。湿度高くなると、ただ葉巻の寿命っていうのがね、ちょっと短くなるんですよ。要は長い熟成には向かない、湿度を高くする環境。葉巻の寿命は15年って言ってたのはダビドフの創設者のジロ・ダビドフですけれども、野菜とかと同じようにトマトも水分少なくするとすごい糖度が高く美味しくなったりするじゃないですか。葉巻もあんまりね甘やかさない、そんなに水を株に与えないようにすると、要は熟成も長くゆっくりカーブを描いてくれるんですよね。湿度高めにするとすぐにピークが来て終わってしまうので、ありがとうございます。先ほど LCDH で買ったマグナムユーロックスましたが、辛みが強かったです。今度は加湿中のトニーが試しています。LCDH ってどこですかね。海外の中サデルハバのショップでネットショップで買ったものかなと思うんですけれども、
海外もねそれぞれね環境が違いますからね。あと輸送してる時にどういうふうに輸送してるかもちょっとわからないですし、で自宅で熟成してるのであればヒューミドルがもし2つあったりするのであれば湿度をちょっと変えてあげるとか環境を変えてあげて同じ葉巻をね入れてあげると味の差が分かりやすくなるかなと思います。ただそれでも2本あるとその葉巻自体もね別のものなのでね、それもちょっと難しいので何回も繰り返しそれでやってみるとだんだん自分の好みっていう風なのが分かって、こういう風にしたらこういう風に味になるかなっていうのも、なんとなく把握できるのかなと思います。葉巻の新作レビューまた見たいです。そうですよね。レビューしがらみのメモランダムですかに上げてない葉巻たくさんあるんですよ。例えばエディションリミターだとかほとんどやってないですし、うちには積んであるんですけれども、レビューもね、レビューやるために吸うぞ、つまり吸いながら書くんですけれども、それがね億劫なんですよね。葉巻味わうから何も考えずに味わうっていうのがそれは一番いいので、そっちの方にねそっちの方が気持ちいいんで、どうしてもそっちの楽な方に流れちゃうんですよね。そこはね俺も人間なのでしゃあねえなっていうふうに思っていただければと思うんですけど、そう気が向いたら甘さが分かりやすい葉巻とかで着香、要は香りとか味をつけてある葉巻とかがあるじゃないですか。あれはまた別物ですから、チョコレートの味がついてたりブランデーの、ね、香りがついてたりっていうぐらいな葉巻ありますけど、葉巻ってこういうのでしょっていうふうにして、ね、人からもらったりすると、これも葉巻なんだけどちょっと違うんだよ。つまり法律の区分としてはこれは葉巻だけれども、葉巻の世界ではこれはシガーとはあんまり言わない。要はシガーと名前の付くものってたくさんあるんですよね。ミニシガーとか、さっき言った味のとか香りがついてる着香シガーとか、味のついてるシガーとか、これはメーカーが勝手にそういうふうに名前とかつけて、ね、新しいシガーっていう名前をつけて物を発明しちゃったりするんですけれども、そうするとオリジナルのこのシガーっていうものが、ね、難しくなるんですよね。定義づけが分かりやすいのがマグロです。マグロって黒マグロはマグロっていうじゃないですか。でもキハダマグロとかインドマグロとか、ね、回転寿司とかで出るじゃないですか。それもマグロなんですけれども、それと区別をするためにもともとオリジナルのマグロを本マグロっていうふうにつけないといけなくなっちゃった。こういう現象たくさんあるんですけれども、食材とか他のものとかもね。だからシガーもそういうふうに、大元そもそも元からあったシガーをプレミアムシガーっていうふうにわざと名前をつけないといけなくなってしまった。めんどくさいですよ。わけわかんない。プレミアムシガーの基準は、いくつかあるんですけれども、要は本マグロと同じです。マグロ安いじゃん。カジキマグロだったり、それはマグロじゃないだろう。そうですよね。パイプの着工の甘みを感じますが、煙の甘さというよりも香りの甘みを楽しんでいます。葉巻も、味と香りを楽しむものなのでね。特に葉巻は人間の味覚のからくりはそうなんですけど、味の強いものって香りを感じにくいんですよね。だからなんだろう、和食とか味付けがだしとかね薄いものとかだったら香りとかも楽しめるんですけれども、味の濃いものって味覚と嗅覚って人間の体でほぼ一緒になってるので、味覚を強く感じると嗅覚を感じるキャパシティがちっちゃくなっちゃうんですよね。だから味の濃いもの、例えば焼肉とかでねこの肉の香りがとかあんまり言わないですよね。煙の香りはしますけれども。だからね、香りを楽しむのであれば葉巻も例えばオヨデモントレーとか味わいの柔らかいもの、浅いものとかは香りを特に感じやすいんですよ。お湯とか香りがいいっていうふうにねよく皆さん言いますけれども、例えばパルタガスとかボリバーとかで香りがっていうふうにあんまり言わない、言う人もいますけれども、あんまり言わないのは
それは人体の構造的に味覚の方に取られちゃってるんですよね、顔が。でも当然こういう風にして煙はね、香りは感じられるんで。そんなこんなでね、葉巻もちびけてきたので、そろそろライブ配信したいってね、驚かと思います。俺もあいつみたいにジム行こうかな。このホテルに入ってるからな。でもな、旅行先でジムに行くっていうのもな、日本で行けばいいじゃんって話なんでね。いやね、皆さんありがとうございました。共感します。これはすごく美味しいと思いますが、パラテラスとか苦手です。青みを感じる銘柄が好きみたいです。そうですね。自分の好みとかがね、こうだっていうふうなのが分かったら、どう選べばいいのかっていうのが分かってきますから。その中でね、自分の基準を作って別の葉巻を吸った時に、その違いで区別できる。区別できるっていうことは、選べるっていうことになるわけですね。それはすごいいいことだと思います。ということでね、お後がよろしいようで。それではまた。